こんにちは、近藤瑞穂です。今回は先日リクエストをいただいていました意識の統合について、意識の統合を迎えるとどのようになるのか、私が思う5つの状態についてお話ししたいと思います。それではシリウス中継、スタート。多くの場合、ツインレイは現実の統合を迎える前に意識の統合が先に起こります。そして意識の統合を迎えた時に、双方あるいは片方に現実の課題が残っている場合、その課題をクリアするまでは現実の統合を迎えることができません。では、意識の統合を迎えるとどのような状態になるのでしょうか。意識の統合を迎えた時に現れる代表的な5つの状態についてご説明いたします。誤解のないように先にお伝えしておきますが、意識の統合とは2人が現実的に向き合った状態で起こるもので、どちらか一方が逃げているサイレントの状態では迎えることができません。意識の統合を迎えるとき、2人は完全なる愛と信頼の中にあります。それはお互いに相手から逃げないで、愛していること、愛されていることを受け入れて、双方がランナーでもチェイサーでもない状態です。会えない時間に会いたい気持ちは募りますが、そこに不安や悲しみはありません。どうしようもなく会いたい時があっても、感情に揺さぶられることなく、無理なく普通に生きていられます。しかし、ここにたどり着くまでには、嫌というほど愛を疑う時間を繰り返してきたはずです。愛されていないと感じさせる意図しない出来事が運命によって何度も繰り返されてきたからです。しかし、愛を信じることができないと嘆いたり、二度と信じないと何度も決意しても、最終的には愛を信じざるを得ない状態が訪れます。それが意識の統合を迎える時です。意識の統合を迎えても、現実の統合を迎えるまでは、現実面でのすれ違いが起こることもあります。それはお互いに相手から逃げている状態ではないため、サイレントではありませんが、何かの理由で会いたくても会えない状況が訪れます。しかしそれは気持ちの問題でなく、運命的な理由であることをスムーズに理解することができます。運命的な理由とは、現実の課題がまだ残っているため、それに向き合わされていることや、自分の目標に集中するために引き離されていることなどがあるでしょう。何度も離れてはつながって、幾度となく愛を確認してきた二人は、やがて運命に引き離されることへの恐れも消えて、離れている時間でも運命を信頼できるようになります。意識の統合はお互いに純粋な愛で結ばれている状態で、相手に対する依存や執着はありません。相手がそばにいなければ生きていけない、会わなければ苦しい、寂しい、そのような感情もありません。人生も賭けのない状態であるため、相手がそばにいなくても自分の働きに専念しながら日常を充実して生きることができます。それは精神的にも現実的にも自立ができているからです。しかし自立に関しては双方が同時に起こるというよりも、片方が先に自立にたどり着いてからもう片方の自立を待つというケースが多いようです。そして双方が自立にたどり着いた時から現実の統合が動き出します。意識の統合を迎えると、どうしても一緒にいたいという欲求が薄れます。あんなに一緒にいたかったはずなのに、不思議と一緒にいなくても平気になるのです。
その理由は、一緒にいてもいなくても、一緒に生きていることを理解しているからです。二人が愛と信頼で結ばれることで、テレパシー回路がクリアになったことも関係して、現実的に連絡を取り合わなくても、お互いに相手の気持ちや状態を受け取れるようにもなります。そのため、現実的に目の前にいなくても、自然と日々テレパシーで会話を続けながら、いつも一緒にいるような感覚になります。それは一歩間違えば、危険な人に思えるかもしれませんが、相手の言葉をテレパシーで受け取っていることは、お互いに確認できるはずなので、直接相手に確認してみるのも良いと思います。ツインレイは本来二人一つの存在であるため、常に一緒に生きている感覚は二人にとって自然な状態で、霊的に一心同体で生きていることを違和感なく受け入れることができます。意識の統合を迎えると、いつも一緒に生きている感覚があるため、現実の統合にこだわりを持たなくなります。というよりも、むしろ一緒にいたいような、一緒にいたくないような感覚にもなるでしょう。それはお互いの自由意志を尊重して、愛と信頼の上に自分を自由に生きる喜びを知っているからで、精神的にも現実的にも自由であることに幸せを感じるため、一緒に生きることをどこかで望まなくなるからかもしれません。それは長い間ずっと一緒にいたいと思ってきた感情と真逆なので、そのような思いが湧いてくることに戸惑いを感じるかもしれませんが、むしろそれを感じるようになったら、意識の統合を迎えてきたと言えると思います。以上です。意識の統合について詳しくお話ししたのは今回が初めてだと思います。そしてこの5つの状態は意識の統合を迎えていない方にとっては信じられない内容かもしれません。しかし、欲望も執着もネガティブな感情も消えて、ただ溢れる愛の中で自由に生きることの心地よさを味わってしまうと、現実の統合を迎えなくても、すでに至福の次元に入っているような感覚になると思います。それくらい意識の統合を迎えることは喜びと幸せであり、それ自体がアセンションであるかもしれません。そして、現実の統合に執着を持たなくなった時にこそ、現実の統合は起こるものであるとも言えます。今日の話がツインレイの道を歩む皆さんの未来への希望につながればとても嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。